皆さんこんにちは、畑取恵子です。今回はこの新品のトーシューズからどうやって自分なりにカスタマイズしていくかを紹介していきたいと思います。私が一番最初にしていくことは、使い切った古いトーシューズのゴムとリボンを取って再利用していきます。ゴムを取るときにゴムがもう伸びきってしまって使えない状態だったら、もうゴムも捨ててしまいます。そしてリボンもちぎれていたりとかちぎれかけてたりとかするリボンは、使わないか、それかまたここを切って、使うようにしています。ゴムやリボンの縫い目を取るときはこういう細いカッターですか、なんていうのかわかんないんですけど、これを使用して取ると、取りやすいです。私が使っているゴムはこういうメッシュタイプのゴムなので、慎重に取っていかないとすぐに電線が引いてしまいます。ゴムとリボンを取れたら、こうやってたまにピヨピヨって出たりとか、私の取り方がちょっと雑だったっていうのもあるんですけれど、こうピヨピヨって出るので、ここを、ハサミでカットしていきます。ギリギリのところで切って、このままだとまたピヨピヨ出てくるのでライターで炙っていきます。これでそしたら今度は新しいトーシューズを履いてみて、右と左を決めてマークつけます。私は、縫った日付もつけるようにしています。そしたら今度はゴムをつけていきます。私の場合ゴムをクロスさせてつけていきます。こんな感じでゴムをクロスさせてつけることでより安定すると思うので、私はクロスさせてつけています。私は縫う時はこういう薄いピンクの細いミシン糸を使っています。糸は1本取りで縫っていきます。このメッシュのゴムを使う時はデコボコしてる方を表に出るようにつけていきます。この真ん中の縫い目の少し横ら辺のここら辺につけていきます。ここから横、下、横、上、そしてまた横で12345回5辺縫っていきます。縫う時は、一回こっちに、進んだらこう戻って、でまた次の進む場所に針を出してとです。でまたこの辺に戻って進んで出す。何縫いっていうのかわかんないんですけど、折り返して縫っていくような感じに縫っていきます。ゴムもリボンも同じような縫い方で縫っていきます。この端の部分は私は2回か3回くらい縫っています。そしたら今度は下に行くときはゴムとトーシューズの布を一緒に縫っていきます。上の部分がしっかりしてれば下の、4辺下の3辺は
ざっくり塗っていきます。結構適当です。それで私はもっと強化させたいから上の辺をもう一回縫います。そしたら玉留めをして留めてきます。縫い目はこんな感じで四角形に縫っていきます。でここの2本がつけ終えたら今度は右側のリボンは左に交差してくっつけて、左側のリボンは右側に縫っていきます。この時にリボンをひねってつけないように気をつけてみてください。同じ面が表に出るようにつけていきます。私はだいたい1センチか1.5センチほど間を空けて縫っていきます。このトーシューズの縫い目の少し後ろ側に縫っていきます。私はこのゴムは古いのから取ったもので長さも合ってるのでこのままつけてますが、もし新しいゴムをつける方や初めて縫う方はちゃんと履いて、どのくらいの長さのゴムのきつさだったりとかゴムの位置とかもどこが一番自分の足にしっくりくるのかを確認してから縫うようにしてください。反対側も交差して縫っていきます。ではこうやって交差して縫えました。ちなみに私はこうひっくり返して裏側に縫って表からはゴムが見えないようにしています。次にリボンを縫っていきます。リボンは外側につける方を短めで内側につける方を長めに取ります。大体は外側のリボンから足首巻いていくことが多いと思うので、外側の方を短めで、内側の方を長めに、取っていきます。その先を、少し折ってトーシューズに縫い付けていきます。この折ったこっち側をトーシューズの布につける感じで、そして大体のトーシューズのリボンの位置なんですけれど、よく言われてるのがここのかかとをこう折ったこの折り目のこの延長につけるといいって、よく言われてます。こっちのゴムの入ってないこの紐のところだとこう折ってここの部分につけていきます。少し斜め45度くらいの角度につけていきます。トーシューズのリボンも表と裏では少し質感が違うので、このツルツルした面が表に出るように縫っていきます。右と左のリボンの位置が同じ高さのところになるように気をつけてつけていきます。これでトーシューズのリボンとゴムをつけ終わりました。ゴムとリボン